こんにちは、ヒロです。After Effects にはたくさんのショートカットキーがありますが、今回は使っているとプロっぽく見えるショートカットをご紹介します。After Effects では作業中に上下の階層のコンポジションに移動することがよくあります。そんな時、タブキーを押すと今いるコンポジションから上下の階層のコンポジションがツリーとして表示され、クリックすることで移動することができます。また、タブキーを押してツリーを表示した後に、矢印キーの左右上下でも移動するコンポジションを選ぶことができます。僕の場合は上の階層に上がる際にタブキープラス左矢印キーをよく使います。シェイプやテキストを作成した際、アンカーポイントがコンポジションの中心にできることがよくあります。この時、レイヤーを選択してコマンド、オプション、ファンクション、左矢印キーを押すことでアンカーポイントをレイヤーの中心に持ってくることができます。Windows の場合はコントロール、オルト、ホームキーを押すことでアンカーポイントをレイヤーの中心に持ってくることができます。また、Mac の場合でもファンクションキープラス左矢印キーがホームキーに該当するので、ホームキーがあるキーボードを使っている場合は、コマンド、オプション、ホームキーを使ってみてください。また、同じようにレイヤーを選択した状態でコマンド、ファンクション、左キーを押すと、レイヤーをコンポジションの中心に配置することができます。また、コマンドキープラスホームキーでも中央に配置することができます。アニメーションを作る際は画面の中心にある方がやりやすいので、シェイプやテキストを作った際はまずこのショートカットを使って中心に持ってきてから作業することが多いです。コマンド、オプション、S キーで現在のフレームを静止画として書き出すことができます。 YouTube などのサムネイルとして1フレームだけ書き出したいときに便利です。デフォルトではファイル形式が Photoshop 形式になっているので、状況に応じて JPEG や PNG 形式などに変更してください。注意点として、現在プレビューしている解像度のまま書き出されるので、フル解像度に戻してから書き出すようにしてください。エフェクトなどを比較したいときに Shift プラス F5 キーを押すと、現在のフレームをキャプチャーすることができます。キャプチャー後は F5 キーを押している間だけキャプチャーしたフレームが表示されます。同様に Shift プラス F6、F7、F8 キーまで登録が可能です。注意点としては、こちらもキャプチャー時の解像度に依存するので、フル解像度に戻してからキャプチャーしてください。また、AE を落とすと保存されたキャプチャーも消えるので注意してください。AE ではプレビューをスムーズにするため、解像度を落として作業することがよくあります。その際にコマンドプラス J キーでフル解像度、コマンドシフト J キーで2分の1解像度、コマンドオプション J キーでカスタム解像度という一番低い解像度になります。僕の場合はカスタム解像度で大まかなアニメーションをつけてから、細かく見たいときにフル解像度や2分の1解像度に戻します。アットマークキーを押すと、現在アクティブになっているパネルを最大表示にすることができます。もう一度押すと元の大きさに戻り、拡大してみたいときや人にプレビューを見せたいときなどに便利です。また、パネルの名前の部分をダブルクリックしても同様に最大表示になります。キーフレームを追加する際に、オプションキーと各プロパティのショートカットキーを押すことで、ストップウォッチを押すことなくキーフレームを追加できます。例えば、オプションキーと S キーでスケールにキーフレーム、オプションキーと P キーでポジションにキーフレーム、オプションキーと R キーで回転にキーフレーム、オプションキーと T キーで不透明度にキーフレームを追加します。一手間分作業が早くなるので、ぜひ覚えておきたいショートカットです。キーフレームを選択してコマンドキーとオプションキーを押しながらキーフレームをクリックすると停止キーフレームに変換できます。パカパカと動くようなアニメーションを作る際に便利です。また、キーフレームを
コマンドキーを押しながらクリックすると元のリニアのキーフレームに戻ります。最後は書き出しのショートカットで、書き出しを行う際にコマンドシフトスラッシュで AE のレンダー級に追加。メディアエンコーダーで書き出す際はコマンドオプション M キーでメディアエンコーダーへ Q を送ることができます。レンダリングの際によく使うショートカットです。今回は僕の独断と偏見でプロっぽく見えるショートカットキーを紹介しました。仕事でよく使うショートカットキーでもあるので、余裕のある人はぜひ覚えてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。